こんにちは、すんです。先日のライブ配信でリクエストいただいたルームツアーです。リクエストありがとうございます。今回は玄関クローゼット寝室編、収納をメインにご紹介したいと思います。動画内で紹介しているアイテムや過去動画は概要欄に記載しておくので、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、こちらが我が家の玄関。もうごくごく一般的なファミリータイプのマンションで、広さはおよそ70平米、大人2人と猫1匹で暮らしています。10年前に中古で購入してリノベーションをしました。玄関は広くしたくて、左側の部屋の一部を削って土間を広げてあります。玄関タイルはもともと大理石風のツルツルしたタイルだったんですけど、石畳のようなタイルに変更。オフホワイトとベージュのミックスをサイズ違いでランダムに引くことで統一感もありながら単調にならないようにしました。ベンチは無印。隣のログスツールはオルネドフォイユで購入したものです。工務店のスタッフさんと一緒に塗った白い板壁やアイアンの室内窓、街灯のようなブラケットもお気に入りです。室内窓はもう絶対取り入れたいと思っていたんですけど、ここは正面に窓があるので、クローゼットルームの風通しにも一役買っています。あとさらに雰囲気を良くしようと思って、下駄箱の下にも LED を取り付けてもらったんですけど、正直ここはあまり使っていないです。そんな下駄箱はリノベーションの予算の関係でマンションにもともとついていた既存のものを再利用。はい、ということで、ここからは玄関の収納をご紹介したいと思います。下駄箱に関しては半年ぐらい前に靴の捨て活をして収納を見直しました。その時の動画も投稿しているので、捨て活に興味のある方は概要欄からご覧ください。はい、そして今はこんな感じです。何度かの捨て活を経て、靴はだいぶ減りました。上の2段には持ち出し用のリュックとか避難用のペット用品など防災グッズを入れています。リュックの中の水とか食料は消費期限を忘れがちなので、扉の内側にメモしておいてたびたびチェックするようにしています。そして靴の収納はもうこれ何度も紹介しているんですけど、小スペースに収納できる靴ホルダーを長いこと愛用しています。これは高さが3段階に調整できるタイプ。靴の高さに合わせられるので、より効率よく収納することができます。以前は高さを調整できないタイプを使っていて、棚の高さが足りなくて靴が入らないってことがあったんですけど、調整できるタイプに変えたら解決することができました。ブーツも1足分のスペースに2足収納できるというブーツホルダーを気に入って使っています。こちらも長さが変えられるタイプ。結構細かく長さを調整することができるし、乾燥剤や脱臭剤を入れておけるスペースがあるっていうのも気が利いています。で、この電動自転車のバッテリーを収納しているのは山崎実業プレートの戸棚下収納ラック。本来はキッチンで吊り戸棚の下につけてラップとかキッチン雑貨を収納するアイテムです。シュッとしたシンプルな見た目はさすが山崎っていう感じですよね。下駄箱に敷いているのは防臭、防湿、防虫効果があるという備長炭のシート。効果は半永久的ということで、今年で10年目なんですけど、一度も交換していません。シートならスペースを取らないし、取り替える手間もコストもかからないというところが最高です。消火器は取り出しやすい位置に。上にわずかなスペースが空いたので、突っ張り棒を設置して折りたたみ傘を収納しています。消火器の奥には非常用トイレの予備を入れてあります。見た目がごちゃつくので、突っ張り棒を利用して目隠しの布をかけました。ちなみに非常用トイレは最近新しいものを追加で購入してトイレの棚に収納しています。そして靴箱の下に置いているのは、これ10年前に購入した無印のスチール工具箱です。残念ながら現在はこの形は廃盤になってしまったみたいなんですが、工具箱は東洋スチール株式会社製なので、同じ形のホワイトも販売しているみたいですね。気になる方は検索してみてください。我が家は靴のメンテナンスグッズを入れています。佇まいが何とも言えず可愛いので出しっぱなしにして使っています。持ち手付きで一気に運べるっていうところも便利です。
はい、靴箱を背にして振り返りまして、あとは玄関ドアの収納をざっくりご紹介します。これは100均のマスクケース、マグネットで貼っています。夫用と私用の2つです。で、宅配受け取り用のハンコとペンを入れているのはダイソーのペン&印鑑ホルダー。これもマグネットで貼り付けるタイプ。で、受け取った段ボールを即座に開封するためのマグネット付きカッターもダイソーで購入しました。はい。で、自転車の鍵は3COINSで買った磁石付きインテリアフックにかけています。これもマグネットでペタッと貼れるフックです。はい。そして玄関入って左側はクローゼットルーム。4畳ちょっとぐらいの部屋に2人分の服をすべて収納しています。もう狭くて撮影しにくいんですよね。お見苦しくて恐縮でございます。で、正面には無印のスタッキングシェルフ。ここにかかっている服の4分の3は夫のものです。一番上はシーズンオフの帽子やインテリア雑貨などを IKEA のボックスに入れて収納しています。パンツ類は下段にまとめてかけていて、服好きゆえ油断すると増えてしまうので、一応このスペースに入るだけと決めています。少しでも選びやすいように色別に並べてるんですけど、色が揃ってるとすっきり見える効果もありますよね。そういえば収納本を出版するとき、これを見た編集者の方から変態ですねって言われました。いい意味でって言っていましたが、どうでしょう。はい。そして反対側はこんな感じです。夫の帽子をかけているのは無印良品の壁につけられる家具の長押し。最近はマグネットが使えるタイプが出ていますよね。で、フックは同じく無印の横ブレしにくいフックです。で、その下の衣装ケースも無印です。あまり意識してなかったんですけど、クローゼットルームは無印率が高めでした。で、衣装ケースは夫が2段、私が6段使っていて、主にシーズンオフの服やインナー、靴下などを収納しています。で、衣装ケースは半透明なのでうっすら透けますよね。この高さで使うとちょっと見た目が気になったので、プラダにリメイクシートを貼って上に乗せています。10年目を迎えてちょっとたわんできました。で、その季節に着る服は選びやすいように衣替えで入れ替えてハンガーラックにかけています。ここはすべて私の服ですね。ハンガーラックは山善さんの伸縮突っ張り棚。天井の高さが左右で違っても設置ができます。幅も高さも棚の位置も調整可能で、間スペースにぴったり置けるのが便利でした。下の段にはハンガーのストックとかアイロンなどを収納しています。ちなみに上の段に置いているのはカインズの積み重ねたまま取り出せるケース。蓋が開いたまま止まるのが使いやすくって、来客用のスリッパを収納しています。はい。そしてハンガーラックの左側にはもともとついていたウォークインクローゼット。ウォークインといっても 1,2 歩くらいしか入れません。狭いウォークインってデッドスペースができがちだし、使いにくいですよね。ここには主に私のコートやワンピースなど丈が長い服をかけています。そして上はバッグ収納。リュックなどは昔キッチンのシンク下で使っていた伸縮ラックを再利用して収納しています。で、自立しないバッグは上に突っ張り棒を取り付けてハンガーにかけて吊るして収納しています。このバッグ収納を初めて SNS で紹介した時は反響も大きくってメディアとか雑誌で取り上げてもらったりもしたんですけど、あれから数年バッグ用のハンガーが出たりツイストフックが100均で買えるようになったり便利な収納アイテムがどんどん出てきて、ほんと日々進化しててすごいなって思います。バッグもね、何度か捨て活をしてきて最近は自立するタイプが増えてきたので、しばらくは今の収納のまま様子を見ようと思っています。そういえば以前100均の材料で DIY した紙袋の収納ケースもまだまだ現役で活躍中です。紙袋はね、主にメルカリで売るときに再利用していて、たくさんはいらないんですけど、ないと結構困るんですよね。IKEA に行くときに持っていくバッグもここに入れています。以前は大きな紙袋にまとめていて、重たいし、ほんと取り出しにくくてイライラしてたので、これは本当に作ってよかったです。はい、そしてアクセサリーは鏡の近くに置いています。これも無印でした。私が使っている仕切り付きのアクリルケースはもう10年以上前に買ったので今は売ってないかもしれないんですけど、指輪やピアスなどを収納しています。
高価なジュエリーにはあまり興味がなくて、どれもプチプラです。シルバーが多いですかね。で、こちらは無印のネックレスピアススタンド。これはまだ今も売ってると思います。これにしてから出かける前にチェーンが絡まってワタワタするっていうことがなくなりました。使いやすくておすすめです。はい、そしてよく使うリュックはドアにかけています。使っているフックは私が激推ししている 3M のコマンドフック。これは耐荷重 4.5 キロというパワフルなタイプです。私のリュックは2キロもあれば十分だと思うんですけど、大は小を兼ねるで安心感抜群です。綺麗に剥がせるので賃貸にも使えるし、耐荷重 6.8 キロなんていう驚きのフックもあります。で、コマンドフックは衣装ケースの横にも貼っていて、こちらにはエコバッグなどをトートに入れて収納しています。確かこのフックは耐荷重 1.3 キロだったと思います。はい、お次は寝室です。今から3年半ぐらい前に動画でご紹介しているんですけど、6畳にシングルベッド2台を入れていて全く余裕がありません。できるだけ圧迫感が出ないようにインテリアは白を基調にシンプルに、家具も必要最低限。というかスペースがなくて置けないんですが、寝るだけと割り切ればおこもり感もあって悪くはないです。で、このベッドサイドの小物置きにしているシェルフはそれどこのですかってよくご質問いただくんですけど、これは楽天で購入しました。石膏ボードの壁に小さな穴で取り付けられるタイプです。私はタムを選んだんですけど、他にもウォールナットやメープル材もありました。サイズも結構ね、豊富に揃っていたので、概要欄にリンク載せときますね。で、床が隠れないので広く見えるし、掃除もしやすいところが気に入っています。そして最近シェルフの下にダイソーで買った取り付け式引き出しを貼りました。夫側の引き出しにはリモコン類を入れています。で、この引き出しは粘着テープで貼る仕様だったんですけど、私は現状回復ができるように剥がせる両面テープ、コマンドタブで貼っています。私側のシェルフの方も同じ引き出しの小さいサイズを貼っていて、ハンドクリームとか耳栓などを入れています。以前はシェルフの上に置きっぱなしでちょっとごちゃっとしていたんですけど、引き出しのおかげですっきりしました。はい、そして窓際はほぼ猫様のスペース。床置きタイプの猫ベッドと猫ステップ、そして少し高い位置にも猫ベッドを置いていて、飼い主が寝室に移動すると、だいたい姫も寝室に来てどっちかのベッドで寝てることが多いです。冬の間はね、足の間とか布団の中にも入ります。猫ベッドの下の収納は IKEA のスモースタード、布団乾燥機と猫の毛布などを入れています。以前はここに防災グッズを収納していたんですけど、上に重なっているし、サイズは大きいしで、ずっとどうにかしなくちゃなと思っていて、やっと今年重い腰を上げて収納を見直し、防災グッズは全部玄関収納に移動しました。で、小さな家具に入れ替えたことで、前よりはほんのちょっとだけ通路が広くなって移動しやすくなりました。そして寝室で一番大きな収納はここ、ベッド下収納です。これは本当に買ってよかった。布団やタオルケット、長いものなどを収納しています。うちは大物を収納できるストレージがないので、ベッド下は大事な収納スペース。ガス圧式なので軽い力で開けられるし、閉じるのもワンタッチで一瞬です。もう一台のベッドはケチって引き出しタイプにしたんですが、こっちも跳ね上げ式にしとけばよかったと思っています。引き出しの方はベッドの下の収納を使うためには重たいマットレスを溶かさなければならず、これがなかなかの重労働。とにかく面倒なのでめったに開けません。仕方なく昔のアルバムとか仕事の作品などを収納していますが、こっちも跳ね上げ式にしておけばもっと有効に使えたのになと思ったりしています。ほんのりベージュのアクセントクロスの壁には、リノベした時にテレビ用のコンセントと下地を入れてもらっていたんですけど、どうしようかなって迷ってるうちに、家庭用のプロジェクターが普及してきました。プロジェクターを使うことになるなんてリノベした時には思いもしなかったです。家電の進化にも驚きますけど、10年も経つと好みやライフスタイルも結構変わりますよね。最近またリノベしたいなっていう気持ちがふつふつと湧いています。
はい。で、寝室の隣のドアはストレージです。と言っても、奥行きはわずか25センチしかありません。もともとは奥が深いウォークインストレージだったんですけど、ちょうど反対側に冷蔵庫が入るように設計したら、こちらの収納が極狭になりました。それでも Wi-Fi ルーターや分電盤、ダイソンがちょうど収まってくれたので、私にとってはありがたいスペース。主に掃除グッズや紙物のストックを収納しています。横の棚にはダイソンのツールなどを収納。フロアワイパーは100均のモップキャッチでドアの裏に浮かせています。そしてペーパー類のストックを入れているワゴンはちょうどいいサイズの収納が見つからなかったので、100均のワイヤーネットとスノコで作りました。作ったといっても組み立てただけですかね。工具不要で好きなサイズに作れます。詳しい作り方は概要欄に載せておきます。はい、以上、我が家の玄関、クローゼット、寝室の収納ルームツアーでした。キッチンやリビング編も投稿を予定しているので、もし興味がありましたらチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。コメントやリクエストもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。